学問のすすめ抜粋第3、4、5、13年。死者上にありて庶民を支配し上の意に従わしめてかなり。賢い者が上に立ち、民衆を支配して上の意志に従わせるのが良いとされる。この議論は孔子様の流儀なれども、その実は大いに非なり、一国中に人を支配するほどの才徳を備えうる者は千人のうち一人に過ぎず。これは孔子の理想であるが、実際には一国のすべての人民を支配できるだけの才徳を備えた者は極めて少なく、千人に一人程度であるため、現実と乖離している。仮にここに人口100万人の国あらん。このうち1000人は知者にして99万余りの者は無知の庶民ならん。知者の才徳をもってこの庶民を支配し、あるいはこのごとくして愛し、あるいは羊のごとくして養い。人口100万人の国があったとして、その中で1000人は才徳ある賢者であり、残りの99万9000人は知恵の少ない庶民である。この中で賢者がその才徳をもって庶民を支配し、愛情を持って子供のように育て、それとも羊のように養い、あるいは脅しあるいは武士、恩義ともに行われてその向かうところを示すことあらば、庶民も知らず知らずして上の命に従い、盗賊、人殺しの沙汰もなく、国内安穏に収まることあるべけれども、支配者が威厳と慈しみの両方を用いて明確に統治の方針を示せば、民衆は無意識に従い、反対もなく国内が安定することがある。元この国の人民、四角の二様に分かれ、主人たる者は千人の知者にて、良きように国を支配し、その世の者はしっかい何も知らざる客分なり。国民は支配する千人の賢者、主人と何も知らないその他の者、客分に分かれている。すでに客分とあればもとより心配も少なく、ただ主人にのみよりすがりて身に引き受けくることなきゆえ、国を患うることも主人のごとくならざるは必然。実に水草きありさまなり。もとより客分であるため心配は少なく、ただ主人に依存するだけで責任を負わないので、国が心配な事態になるのは、主人にふさわしくない者がいる時だけ、実に頼りない状態である。国内のことなればともかくもなれども、一旦外国と戦争などのことあらばその不都合なることを思い見るべし。国内の問題であればともかく、一旦外国と戦争となれば、その不都合や困難は大いに顕在化することを覚悟しなければならない。無力の庶民ら、矛を逆しまにすることもなかるべけれども、我々は客分の異なるゆえ一命を、鶴は過分なりとて逃げ走る者多かるべし。知恵や力のない民は武器で戦うこともできないが、我々は客分だから、一命を捨てるのは過剰なことであり、多くが逃げ出すであろう。さすればこの国の人口、名は100万人なれども、国を守るの一段に至りてはその人数甚だ少なく、とても一国の独立は叶いがたきなり。たとえ国の人口が100万人あっても、国を実際に守る戦力の人数は非常に少なく、そのため一国の独立を維持することは非常に難しい。今、在官の人物少なしとせず、私にその言を聞きそのくだりを見ればおおむね見なかった伝いどの主君子にて、我が輩これを完全するあたわざるのみならず、その原稿あるいは慕うべきものあり。今の役人たちは少なくなく、その話や行動を見れば、大体みんな気持ちが広くて立派な人たちであり、私はそのことに文句をつけるどころか、その言動には慕うべき点もある。また一方より言えば平民といえどもしっかい無気無力の愚民のみにあらず、万に一人は公明誠実の領民もあるべし。平民といっても、すべてが無気力で愚かな民ばかりではない。万に一人は公明誠実の領民もいる。しかるに今この主君子、政府に対して祭りごとをなすにあたり、その威勢の実績を見れば我が輩の喜ばざる者甚だ多く。しかし現在、そのような立派な主君子たちが政府に集まり政治を行っているが、その政治のやり方や結果を見てみると、私は喜べることは非常に少ない。またかの誠実なる領民も、政府に接すればたちまちその説を屈し、理差十作、もって官を欺き、かつて恥ずる者なし。またかの誠実で正直な良い民も、政府や役人と接すると、すぐに自分の信念や節操を真似てしまい、嘘や策略を使って役人を欺くことを平気で行い、恥じることもない。この主君子にしてこの祭りごとを施し、
この民にしてこの戦列に陥るは何ぞや。この立派な主君子が大変愚かな政治を行い、この良き民が腐敗に陥るする現状は一体何なんだ。あたかも一心両党あるがごとし。一つの人間が異なる、相反する二つの顔や性質を持っているようだ。死にありては血なり、官にありては愚なり。これを参ずれば名なり、これを集むれば案なり。私、や、個人、として行動すると真理や知恵によって物事が明るい状態だが、官、としてまとまると暗闇に覆われる。古の政府は力を用い、今の政府は力と知を用ゆ。古の政府は民を御するの術に乏しく、今の政府はこれに止めり、古の政府は民の力をくじき、今の政府はその心を奪う。古の政府は民の外を侵し、今の政府はその内を制す。この勢いに乗じてその轍を改むることなくば、政府にて一時を起こせば文明の形には次第に備わるに似たれども、人民にはまさしく一段の気力を失い文明の精神は次第に衰えるのみ。これから政府が文明開化を指導したとしよう。外見上は文明が発展し整っているように見えても、民衆の気力は失われ、文明の精神は衰退してしまっている。誹謗と弁縛とその間に発をいるべからず、他人に曲をしうるものを誹謗と言い、他人の惑いを解きてはが真理と思うところを弁ずるものを弁縛と名付く。誹謗と弁縛とは、他人になすりつけることと正当に誤りを論じることの違いであり、その間に細かい揚げ足取りが入り込む余地はない。根拠もなく他人を悪く言って傷つける悪意のある行為を誹謗と言い、事実や理屈に基づいて他人の間違いを正し、正しいと思う意見を述べる行為を弁縛と名付ける。故に世に未だ真実無毛の行動を発明せざるの間は、人の議論もまた、いずれを是としていずれを非とすべきやこれを定むべからず。普遍的な正義、真理が発展されていない間は、どちらが正しいか判断してはならない。是非未だ定まらざるの間は、仮に世界の修論をもって行動となすべしといえども、その修論のあるところを明らかに知ること甚だ安からず。正しいものが確定していない間は、世間の多数の意見、修論、お仮の行動として受け入れるべきであるが、その修論の実態つまりそれがデマによる誤解かどうかを正確に把握することは簡単ではない。故に他人を誹謗する者を目して直ちにこれを不徳者と言うべからず。よって、他人を誹謗する者を直ちに不徳者として断じるべきではない。その果たして誹謗なるか、または真の弁縛なるかを区別せんとするには、まず世界中の行動を求めざるべからず。本当に誹謗なのか、それとも正当な弁縛なのかを区別するために、普遍的な正義、真理を狭い範囲に限定せず、むしろ広い世界全体に問うべきである。いかがでしたか？今回の福沢諭吉、学問のすすめ、抜粋まとめ動画はここまで。それではまた次の動画でお会いしましょう。